今日は19日の、土曜日です。で、昨日仕入れに行ってガーデンシクラメンとかね、あと待ちに待った白大菊、このシクラメンもねいい株ですね。こうやって植えようかなと思って、花期は10月から5月ぐらいまでって書いてあるけど、実際のところ5月になったらね、もう暑いかもしれない、ね、肩の土を少し落として、で少し球根が覗く、これが球根です。覗くぐらいまで土を落とします。球根がね見えないようだったら無理して落とす必要もないですけど、塩梅を見てね、根っこの土は守りながら肩の土を落とす。で葉っぱの数だけつぼみが上がるって言いますけど、ほらこういう風にね下の方につぼみがいっぱい入ってます。こんなしっかりした株をね3寸のポットで育てているんですから、早く植え替えてあげたの。根っこもぐるぐるはしてないけど、もう下まで到達してまっすぐには伸びてないですからね。こういう感じで3株のシクラメン、ここにねこの白鯛を入れようと。この白鯛はねどういう風に割ってるか、賭けですね。ちゃんと分かれますね。3つに分かれた。で、私はあんまりこうやってばらさないんですけれども、白大菊はとても丈夫ですから大丈夫です。1株に1つ寄り添わせる。こんなのねマリーゴールドなんかでやったらね、あっという間に枯れちゃいますからね。こうやって白いのがチラチラっと。でこの白大菊とガーデンシクラメンの寄せ植えのいいところは、真冬も外で大丈夫、耐寒性のある植物です。だからね、冬のお花っていうのは限られてますけれども、ね、パンビオとか、あとガーデンシクラメンとか、あとはジュリアンとか、そうね、あとはコニファーとか、あとは白大菊、初雪かずら、そんなもんかな。あとハボタンね。でもハボタンもとても可愛いのこの後いっぱい出てきますからね、早く出てこないか楽しみです。でこれはこの白大菊を1ポットを3つに分けました。ケチったわけではないんですけれども、この子たちも育ちますから、今ちょっとちらほらしか見えてなくてちょっと物足りないと思っても、冬の間にゆっくり育ちます。だからこれでいいと思いますね。なんだか久しぶり、ガーデンシクラメンの寄せ植えです。3色です。こんな感じ、かわいいね。で間に白大菊がちょろちょろっと入ってます。これはお外で管理して大丈夫です。これはねいちごミルクです。本来こういう色ね、かわいいパンジー、なんかブランドパンジーっていうほど、例えば山下フラワーズのねシエルブリエだとか、そういうのほど高くはないですけれども、名前のついてるパンジーの中では人気のある方だと思います。ね、こういう感じで3株植えれば、これでもう植えすぎっていうぐらいです。今の時期植えちゃえばね、春までもりもり咲きます。で同じようにここにも白鯛入れときます。これね森田さんの白鯛、冬の寄せ植えっていうのは品数がねたくさん入らない場合はこう単色で植え込んじゃっても可愛い。なんかねこれは好みの問題なんですけど、私結構赤とかピンク系が好きなんですね、黄色とか紫より。なのでねこれは1ケースしかなかったんですけども、他の色はねみんなだいたいこの値段っていうのが
決まってる感じでパタパタ売れてたんだけど、5円高く買いました。みんなが買う値段でねボタンを押しても絶対私買えないから、ね、こういういちごミルク、花色が微妙に違います。ちょっとしたこう黄色っぽいのが入ったりとか、そういう系統は出てきますけど、こういうお花が咲きます。かわいいね。今ね見本花が1個ずつぐらいしかついてないですけど、これからどんどん出てきます。今日はいろいろと寄せ植えを作っていこうと思います。それでね、これはめったに仕入れないちょっと高い資材で買ってきたプランターです。かわいいでしょ。いちごのね、いちごの透かし模様みたいなのが入って、縁取りもあります。で、これ高いんですよ。これだけで2500円ぐらいするんだけども、特価で1200円ぐらいです、売り値が。うちで普段使うのとは全然違うやつでね、だからね少しいいものを植えていこうと思います。これは、室内用のねガーデンシクラメンじゃないシクラメン、クレヨンって言います。白山で作ってます。4寸ポットね。こういうね植木鉢のシクラメンを冬になるとね買ってくるっていうことあると思うんですけど、買ってきた鉢のまんまみんな育ててると思うんですが、こういうのをね寄せ植えにしちゃいけないという理由はない。ただどうやってやればいいんだろうっていうのがねなかなかわかんない。ここに2つ入れて、室内なので室内用の観葉植物を入れます。これはポトスで、ポトスが主役にならないように葉っぱはね下に隠します。こんな感じかな。でシクラメン、これも小ぶりなのであんまりねこう葉っぱが目立たないようにこれ切ったのはね少し茶色くなってる。何入れてもいいんですけども、家の中の観賞用のね観葉植物、こういうような草花だと、外ですから、これを室内に置いとくと、元気がなくなっちゃう。しかもこれはね真冬はちょっと厳しいかもしれない。でこの子は割と長くね冬中頑張りますから、秋で終わっちゃうようなものは入れない方がいい。常緑のこういう観葉植物ですね。こういうのを入れます。これでいいんじゃないかな。どうでしょう。でガーデンじゃないね、シクラメンっていうのはこういうものでもねあんまり深植えはしない。よくつついてあげて土を落ち着かせます。土の入った感じがわからない人は割り箸みたいなのでつっついてこう中に入れてあげます。これ2株入れた場合は株と株の間もね土が入るよ。これうるさいね。ポトスの勢いが良かったのでちょっと切りました。これでバランス良くなったと思います。これはね後ろに入れときましょうかね。これはこっちにね模様がついてるので必ずこっちが正面になっておくと思いますので、表側に見える方に観葉2種入れました。で後ろには長くなってるポトスの先がちょびっと出てます。でこういうボリュームのある、観葉の寄せ植えって感じですね。観葉の寄せ植えだけどメインはシクラメン。これは冬中ちょっとねいいところに置いてあげてほしいなっていう感じです。リビングの目立つところとかね。これが、白山の比較的新しいシクラメン、クレヨンって言います。このハケでシュッとね
描いたようなこういう絞りっぽいのかな、わかるかな、こういう感じ。そしてポトスとフィレアグラウカグレイシ、私の大好きなちっちゃい葉っぱのね観葉です。で模様がついてます。どうでしょうか。これ販売予定です。あとは今日はねせっかく綺麗なシクラメンを仕入れたので、これでいろいろ作っていきます。シクラメンを贅沢に使った寄せ植え、これで4つ、5個ぐらいかな。シクラメンだけの寄せ植え、手抜きだけどゴージャスだよね。どうしよう、なんか葉っぱ入れる？鉢が大きいので分けなくても入る。かわいいね。やっぱり入ると違いますね。いいね。少し葉っぱを足しました。サイズはね、これ何センチだろう。24センチかな。今まで6寸で作ってたから、直径18センチね。それだと数があんまり入らないので、なんか寄せ植えを作るとしてもちょっとフラストレーションがたまるというかね、もうちょっとたっぷり入れたいなっていうね、気になるんだけど、このぐらい大きいと思いっきり入りますね。ガーデンシクラメンの寄せ植え、白大菊入りです。これはもう冬の寄せ植えなので外置きっぱなしで大丈夫です。ゴージャスですね。単色のこういうフォーチュンベゴニアを買ってきたので、これを一つの鉢に植えてみたいと思います。変わった色でね、単色なのでね、なんか値段が下がったんでちょっと買ってみました。でも株があんまり良くないのかな。花がしっかりついてるの。このフォーチュンベゴニアというのは秋花壇の女王と言われてます。結構しっかり育ててあります。葉っぱもこうやってみっしり植えれば綺麗だし、この状態で販売してみます。それでね、うちヤフオクで販売してるんですけれども、でこれ、今日作って、で今日写真撮って、今日の夜にヤフオクに出せば、明日の夜には落札になるんですね。だからで明日の夜に落札されて、夜の間または翌日の午前中までに住所とか連絡してお金振り込んでくれれば、その落札された翌日の午前中までの入金だったらその日に発送するんです。それなので、売れなかった場合は3回再出品されるんだけど、それもみんな翌日なので、作ってからね、5日目ぐらいで落札されないと終了します。でその頃になるとね、もうちょっと咲いてきたりとか姿が変わってくると思うので、もう一回写真撮って良くなってたら出品します。良くなってたらってどうよって感じだけど、私良くなると思うんだよね。フォーチュンベゴニアっていうのはね、植えると元気になりますから、こんな色、こんな色ね、同じ単色って言ってたから同じ色なんだけど、一番綺麗に咲いてんのがこれで、こういうの下向いちゃったけど、こんな色ね。でこういうのが、まだ結構ね、11月末12月になっても咲きます。結構寒さにも強いですね。これ売ってみます。すごくセールストークしてるんです。これ続いてはこれです。ベルギーマムかな、ガーデンマムの品種名書いてなくて買ってきたから
品種名は言えない。間違ってたら困るから。でもこれ私ジジじゃないかなと思うのね。でこれをかわいいね。これね5個植えてるから、これ1個200円なんで、これだけで1000円なので、まあ6個じゃなくて5個にしときます。かわいいね。全部の色がかわいいね。私こういうのね、小菊の苗を買ってきて植木鉢に5個植えてるだけじゃないかっていうね、そういうね、まあ言い方もある。確かにそうなんだけども、お花好きなんだけど、こういうことすらねやってる暇がない人だっているじゃないですか。だからね、こういうシンプルなやつでも欲しいっていう人はいるんじゃないかなと思ってます。見てこの可愛さ。白ってピントが合わない。わかるかな。ボケるかな。ね、こういう色はまあそこそこピントが合う。だけど白が綺麗に写ってるかどうかはちょっとわかんない。写ってると信じるね。ガーデンマムの寄せ植えです。やっぱり考えた末にこのフォーチュンベゴニア全部植えちゃいます。黄色いのは取って。そうするとねちょっとしょぼくなったりするんだけど、しょぼいのはねギュッと詰めて。でこのフォーチュンベゴニアっていうのは秋冬でね、今苗が出てきているものなんだけれども、秋冬の苗でね真冬まで咲いてるかっていうとそうでもないんですね。球根ベゴニアなので、地上部は枯れても翌年また新芽が出てきたりするんです。なのでね、なんていうのかな、園芸上級者かな、なんかそういうの分かってこう植える場所とかも考えたりとか掘り上げたりとか、いろいろなことができる人には素晴らしい植物なんだけれども、まあ私なんかもそうなんだけど、そんなね計画性を立ててこう年間計画でここに何植えてとかそんなことしてなくて、行き当たりばったりで植えたりとかね、あとはもうあるお花をこうその時々のお花を楽しみましょうっていうのがまあ普通なんですよ。でそういうふうに考えるとね、ちょっと厄介なんですよね、この球根ベゴニアって。秋冬なんだけど、秋に植えると冬にはこう消滅してしまうし、秋の一時だからね、私好きなんだけれどもコスモスとかもね仕入れない。終わるのが早くってね、咲いてる時はとても綺麗なんだけれども、それがね秋に出てくるでしょ、コスモスって。で秋に出てくるお花って秋だけ楽しむお花と冬から春先までずっと咲く、例えばパンジービオラみたいなお花と2種類あるんですよね。でそれを考えるとコスモスとかね、こういう球根ベゴニアはなんかコスパが悪いような気がしちゃう。私のこの気持ちをどういう風に表現すればいいでしょうと思って、やっぱりねコスパが悪いですよね。でもね長持ちするかしないかとか考えるとね、まあ秋冬のねこういう葉っぱものとかも秋で終わっちゃう花っていうのも結構いっぱいあるんです。だからねまあ代表的な秋咲きの花って言って球根ベゴニア出てきますけれども、それとねガーデンシクラメンやらパンビオと比べてねコスパが悪いなんて言ったらかわいそうっちゃかわいそうですよね。この球根ベゴニアのお花も美しいしね、大輪で八重でこの美しさをこうめでるっていうかね、楽しむ、そういう
こともね、まあね、いいでしょうね。ということで、ほら見てこの葉っぱ、なんとも言えないこの形、こうぐるっと渦巻きでね、こう普通葉っぱってね、こういうのね、ほらなんか線対称じゃないですか。でもこの葉っぱはね、なんかここ中心、そうするとこっち小さくてこっち伸びてる、変わったお花ですよね。ほらこんなみっしりね、可愛くて、私はお花としてもすごく好きなんだけれど、そして寄せ植えなんかに入ってると美しいなと思うんだけれども、コスパ悪いなと思ってあんまり買わないお花ですね。これあとちょっと土足して全部植わるかなと思ってこっちはぎゅうぎゅう植えた、こっちは残りを植えた、ね、これで咲かせてみます。これは尺鉢です。33センチかな、大きめの植木鉢、そこにガーデンシクラメンを植えていきます。何個入るかな。これは真ん中に白入れようかな。1234567こうか。今日日曜日で明日仕入れなのでね、ある苗どんな風に使っちゃってもまあ足りなくなったら買ってこれるので、ガーデンシクラメンをケチケチしながら使ったりとかしないで済むのね。出来上がりです。直径が33センチぐらいの円形のね、浅い花です。浅い鉢にこれ100均なんですよ、植えました。1234567個ね。このガーデンシクラメンは割と株も花も大きいタイプです。なのでね、寄せ植えとかこういうガーデンシクラメンだけ入れるのにとてもいいと思います。で、株がちっちゃい、3号ポットとかのガーデンシクラメンはハンギングなんかに使うのにね、とても重宝します。なのでね、使い分けていろいろ買ってみてください。長持ちしますしね。いいお花です。続けて、これはガーデンシクラメンの大鉢、直径33センチ、大きい鉢植えを作ります。これはね、昨日売ったら売れたので、売れたら作ります。ガーデンシクラメンだけの、ね、寄せ植え。前回は白1個だけだったんだけど、今回は白2つ入れて、時計回りに6個。簡単にできます。簡単にできるけどゴージャスで、ガーデンシクラメンはあんまり深植えしない。ガーデンシクラメン6個の寄せ植えです。また飛行機。3色のシクラメンを交互っていうのかな、対照的に植えてあります。かわいいね。こういう浅い植木鉢、浅くて大きい、ね、この浅い植木鉢はこのぐらいの草丈の方がいい感じ。あんまり背の高いのをボンボンボンと植えるとね、バランスが悪くなる。続いてね、これがガーデンマム
ラベルはついてないけどジジだと思います。これをやっぱり大鉢に植えていきます。これも売れたのでね、売れたら作るって感じです。これ植える時に下のちょっと黄色くなっちゃったり黒くなってる葉っぱは取ります。こんなに執念深く取れるのは植える時だけなので、最初しっかりやってあげた方がいいです。何色もあるのでいろんな色を植えたいと思います。でね、菊は割と丈夫なので、菊のガーデンマムの寄せ植えっていうのは植えてダメになっちゃったってことはほぼないと思います。これ同じ色だね。これ違うね。なんか隣同士が同じ色にならないようにと思って植えてたんだけど、まあいいでしょうね。これも簡単。これね、簡単に植えてるように見えますけれども、まあ唯一の工夫はこの中心だけちょっとこんもり小高く植えてます。そうするとね、ぺったりじゃなくてこうドーム状になる。どこが綺麗？こうかな。こういう平たい鉢に贅沢にガーデンマムを植え付けました。満開でもない、つぼみだけでもない、これがどんどん咲いてくるととても賑やかで可愛いと思います。で、終わったら一つずつ丁寧にねカットしていって育てると結構長いこと咲きます。続いてね、これはいちごミルクです。パンジー 3.5 かわいいでしょ。これね思い切って買ってきた。でハンギングにしようと思います。なんかガサツだから新品なのに外に置いてるからなんだか汚れてる。なんかね、夏に作ったハンギングの壊してそれで再利用ばっかりしてたから、こうやって新しいのを貼って作るの久しぶりなんですけどね、こうやってスリッとちゃんと穴開けとかないと植物入っていきませんから。でね、ベタベタするのが嫌だなって人はこっち側に土を塗っちゃうといいと思います。私はめんどくさいから。どうしようかな。いちごミルクだけで作ってみようかな。とりあえずセンターからね。でセンターは一番下まで入れます。で正面から見るので入れるね、これ見本花で枯れちゃうだろうけどね、いずれこの子が上向いてるように入れた方がいいです。でね、こういうアリッサムなんかももう入ってきてるんです。だけどもアリッサムの体調が悪くなる可能性がすごく高いので、アリッサムを入れたい場合はこういう下に入れちゃわないで上の方に、表面の一番上とかに入れるといいと思います。なぜかというとね、取り替えられるから。これ一番下に入れちゃって取り替えるのは非常に難しい。これ選んでるのはあんまり伸びてないやつ。色合いとかもあるんだけど、色合い2の次で、株のしっかりしたやつ、この中心がね伸びてないやつね。でスリット入れる時にね、ちょっと横に潰す、むやみに土を落とさないでこのぐらいにね団子にして潰す、このぐらいの湿り気で作るのが一番作りやすい。こんな感じ。
このセンターを一番下にしてだんだん上に上がってます。でこういう色がね、同じいちごミルクでも色がいろいろ入ってますから、どうしよう、ここら辺でアリッサム入れちゃうかな。アリッサムもあまりね濃いいじらないで、入れるね。これをちょっと多少は取るけど、団子みたいにして、でスッと入れるね。これで水ゴケ、今回ねあんまりたくさん入れてないです。でね、水ゴケをせき止める感じね。土をせき止める。水ゴケも高いですから、別にたくさん入れる必要十分でいいです。でね、これ100均でも売ってる。1袋200円ぐらいだったと思う。それでね、1袋をふやかしてハンギング1つか2つはできると思います。さあ、てっぺんはね、こうちょっとハスにちょっとかけてみます。全然だね。ほら、全然他がパッカーンと口開いちゃってる。かけてみると分かりますね。ということは、ここに何か足さないといけない。こういう時のお助けカラーリーフ。もう一回かけてみます。どうでしょうね。少しは丸くなったかな。これはこの真ん中のがもうちょいシャキンとか上向いてきたりするとまたちょっと違いますが、要経過観察ですね。また飛行機。これで1日2日置いてみますね。この上に水ゴケ入れます。これも土止め。苗の数は間違ってないと思います。でこれでどうもうまい感じじゃないなと思ったら、パンジーを切り戻します。そして咲いてくるまでね、そうするとちょっと時間かかる。だからこれがよく見栄え良くなるのを願いつつ、ちょっと養生します。でね、残りのこのいちごミルクは切り戻す。こんなに切るの？やっぱりこれね、今10月なんだけど、私もこのロンティーで過ごせているということはあったかいんですよ。で、あったかいうちはパンジービオラっていうのは上に伸びちゃう。寒いところでじわじわと成長すると引き締まったいい株になるんですね。だって2月とかの極寒でも咲くお花ですから、ちょっとまだ暑すぎですっていう感じですね。こんな感じで、これが前回切り戻したパンジーで、切り戻しただけで植え直してない。こういう風に育ってくるのが、理想的ですよね。悪い葉っぱは取ってあげる。これ大事です。悪い葉っぱはあんまりね、成長に貢献しないし、病気をばらまくし、あと新しい葉っぱの影になっちゃう。大きいとね、着害あって一理なし。こういうのね、こういうのもまだとう立ちしようとしてる、こういうの立ち上がりそうでしょ。ほら伸びてる。これはもう刺さないですけど、ほら伸びてんでしょね。こうやって伸びてきてるのを切ります。でもね、安心してください。枯れないですから。もうね、こんなことをやらずにもうちょっと経ってから伸びてない株買うのが一番ですよ。でももう買っちゃった人いるじゃないですかね。パンジービオラを植えたいと思って店頭に出始めた。ようやく久しぶりにね、季節代わりで
パンジービオラの季節になったなと思って喜んで買ってきたらビョンビョン伸びちゃう。そういう人はね、切ってください、ね、これなんか見て、こんな新しく伸びてくるのがビョンビョン伸びる。これ伸びたところのね、体力使って栄養使って伸びてる、これをなんとか食い止める方法はないのだろうかと思ってね。でもね、ないですね。気温が下がらないと。こうやって芯を止めました。これはね 3.5 号だ。天然工房のガーデンシクラメン、3寸だと思ってたら 3.5 だった。まだ若いんです。でこれでガーデンシクラメンのハンギングを作ろうと思って、さっきのパンジーのハンギングがいまいちだったので、今度こそこれこそ失敗しないようにうまく作れるといいですね。だいたいね、母と私っていうのはね、仲の悪い親子だったんですよ。母は割と高圧的でね、でこう無言の圧力みたいなのがすごい強い人で、なんか嫌なことがあるとね、はーとかため息つくの。でもその母の機嫌を損ねないようにね、一挙一動足っていうのかな、一挙一動を全部こう気にしてね。だから私はすごく気にし屋さんになっちゃったんだけど、まあね、悪い人ではないんですよ。なんていうのかな、道徳的でね、で正しいことやってる人が偉いみたいな感じでね、全力を尽くしていいことをやりましょうっていう人で、私は反発をしている。でもなんかね、まあ本当に大人になって子供を育てるようになってからすごい援助してくれたんでね、もうその恩はね、何にも代え難いね。我々家族が生きてこれたのはもう母のもう本当金銭的な援助のおかげ。うちの子供たちはみんなね、母の何かするっていうとね、手伝いに来てくれて工事したりとかっていうのを手伝ってくれるんだけど、ばあちゃんにはね、今までだからなんていうの、人句代を払うよなんてね言うけど、もう十分今まででもらってるから、お小遣いもらってたからね。ほんとね、月々1000円2000円3000円ぐらいなんだけどね、小学生中学生とね、高校生になったらもうもらってなかったかな。そのね、毎月1000円2000円送ってくれるっていうことはどれだけね、命綱か。お小遣い0円じゃやっていけないですもんね。でもなんか私はお小遣いあげるほど稼いでなかったからありがたくいただいてましたね。もうね、末っ子がね、生まれつきの交信列だな、交外列じゃない、交信列で、生まれた時からお茶の水のね、医科歯科大学に通ってたんです。もう18歳になるまで定期的に通ってたんだけど、それで歯列矯正したりね、歯並びがすごいことになってね、すごい歯並びで今生えてくんですよ、大人の歯が。口があるでしょ、歯がこうあるでしょ、こういう風に生えてきたりするの。歯がこうなってるの、こんなになって生えてくる。あとは余剰歯とか言ってね、数が多く生えてきたりとか、そういう多少のね、やっぱり異常な部分があるんだけれども、なんかね、それを一つ一つ直して18歳までで、最後は18歳の時に手術してね、2度目の手術をして、もう行ってないです。でそれでね、お茶の水まで行くんだけども、帰りにね、必ずね、ばあちゃんの家に行くの、お小遣いもらいに。もう私はなんかちょっと惨めっぽくて嫌だったんだけど、末っ子は喜んでね、ばあちゃん家行ってお小遣いもらって帰ってくる。で母はね、こっそりとね、お車代ですみたいな感じで、ね、こっそりくれる1万円。もうそれでね、なんかせっかく東京まで行ったんだからって言ってね、
帰りに息子となんかご飯食べたりとかがねできたんですよね。もうなんて切ない話でしょう。なんかね、用もないのにこんにちはって言ってね、ちょっと喋ってね、1万円もらって帰って、ほんと貧乏ってやね。まあ、思い出すとねイライラしちゃう。私だけが親じゃないぞと思うんだけどね。でもまあね、たくましいですよ。私もそんなことで傷ついてなんかいられないね。金もらってなんで傷つく。よし、出来上がり。この話のオチはないです。よし、バッチリ。もうこれでいいや。今日は見てください。マリモッコリみたいね。ガーデンシクラメンのハンギングバスケット。なんかこれたくましい。ガーデンシクラメンに限らず、シクラメンって葉っぱの数だけ花芽が上がるっていうのね。だから花いっぱい上がりますよ、これから。で、今植えたばっかりだからこう垂直にね全部出てるけど、これが上向いてきます、花が。そうするとそれはそれでね、ハンギングらしくて良くなりますよ。これ我慢して2、3日置くかな。ね、ちょっと上向いてきてから写真撮ります。ちょっとね小雨が降ってきてるんだけれども、気にせず気になるまで寄せ植えを作ります。これはカラーリーフのポリゴノイデス。秋らしいよね。これを背中に入れて、ガーデンシクラメンもう色が相性ぴったり。これがエリカ。エリカもこういうツツジ科のね独特な根っこ。お花がかわいい。でこれがビオラのなんだっけな、シンシンじゃなくてなんだっけな、シンシンだね。ビオラシンシン。もうビオラが出てる。アリッサムを入れようと思うんだけど、アリッサムはねちょっとまだあったかいので少し黄色くなっちゃったところがあるので、それは取ります。それからね、冬中育つものなので、これはね伸びてるところはカットしちゃっても大丈夫。アリッサムはねぐぐっと小さく入れます。でこれがねこの間お手入れしたやつ、こんなにお花が上がってきた。で5寸に入れたけど、まだそんなに根張りはまだだけど多少出てるよね。それでクタクタだったのが5寸に入れ替えただけでこんだけ元気になる。あとは仕入れたばっかりのヒューケラ。ヒューケラもね丈夫な草花なので、根鉢の土を落としても大丈夫です。明日市場だからね、いくら使っても大丈夫。ああ、かわいいです。ね、エリカ、これがなんだっけ、ポリゴノイデス、ガーデンシクラメン、ビオラのシンシン、ジュリアン、ヒューケラ、そしてスイートアリッサム。赤くていいね。この白いガーデンを使って寄せ植えを作ってみます。これは7寸ね。相性がいいんだよね、白と白だから。なんかクリスマスとかにこういうのがあっても可愛い気がする。白タイギクでもレースみたいな白タイもあるんだけど、私はこういうしっかりした白タイが好きですね。
なんか雪の結晶みたいで可愛いじゃないですかね。これで出来上がり。これは7寸ポットに植えてますけど、8寸でもいいと思うね。あとはもうちょい大きくても大丈夫。ゆったりね、大きいのに植えてもいいと思います。でこれは白のガーデンシクラメンと白大菊を交互に植えただけ。3個ずつ間に白鯛入れて、だからね全然難しくないです。簡単に真似できるので可愛いなと思ったらちょっと真似してやってみてください。花も白、鉢も白ね。ほら可愛いでしょ。モノトーンでこんな感じです。ね、割と好きです、こういうの。あとはね、これも単色で買ってきたビオラのシンシンですけど、これは一種類だけで売るにはちょっと弱いかなと思ってね、寄せ植えにしていきます。今日はね3時から雨が降るって言ってたんだけど、本当にポツポツしてきたから、これ作ったら終わりかも。エリカにかわいいシンシン、琴桜、アイビーも少し符が入ってるとかわいい。バコパようやく花が咲いてきました。菊入れちゃう。これはガーデンマム。でここに入れたお花は全部外で大丈夫。寒さに強いです。ただしね、ガーデンマムは咲き終わっちゃうけどね。咲き終わったら切り戻して来年またよろしくねって感じ。捨てちゃうともったいない。こんなにいいお花。雨降ってきたね。こうかな。エリカの入った秋冬の寄せ植えですね。エリカ、これはビオラのシンシン、ガーデンマム、それからバコパ、これがプリムラの琴桜で、斑入りのアイビー。プリムラマラコイデスなんかを、桜草っていうと怒られちゃうんですよね。桜草っていうのは日本桜草だけだ。でこれも琴桜っていうね、ちょっと和風に寄せてますけど、西洋プリムラですね。今日はね、10月の26日土曜日です。末っ子の誕生日です。末っ子はね、この1年間すごく大変だったので、今日は厄落としでね、家族全員集まって、家族全員つっても子供3人と、私ね、4人で親子飲み会をやります。でこれはフリンジミニパンジーって書いてあるけど、フリズルシズルです。ちょっと伸びてんだけど、とりあえず買ってきたばっかりなので寄せ植えしたい。でこれもアリッサム買ってきたばっかり。アリッサムはこういう伸びてペンペン草みたいになってるのは私は取っちゃいます。あんまり伸びてない方がいいと思う。でこのぐらいにします。でアリッサムは根っこが弱いのでね、あまり崩さない方がいい。フリズルシズルというのはちょっとね寂しげなお花です。華やかさがねないんですよね。ただ非常に可愛らしい、清楚な美しさって感じです。フリズルシズルを3つとリーフを3種類入れました。それなりに花数は上がってきます。フリズルシズル3つとヒューケラね。あとアリッサムと、タイム、フォックスリーフタイムです。
お花がこっち向いてないね。これがアリッサム。こっちの方がお花こっち向いてるね。ビオラっていうのは一定方向に花が咲きますけども、パンジーは割といろんな方向いて咲いてくれますから、まあ今ねこんな感じだけど何の問題もないでしょうと思います。これね、もうちょっと寒くなってきてからの方が可愛くなるタイプの寄せ植えで、ここに生えてるものは全部寒さに強いです。耐寒性ありなので家の中に入れる心配はありません。冬の寄せ植えですね。フリズルシズルと、アリッサム、タイム、ヒューケラの寄せ植えです。これは唐辛子です。実りの秋の象徴みたいな感じでね、いいですよね。ダメ押しでカラーリーフ、ガーデンシクラメン、ビオラの紳士、バコパ。バコパは絡めます。枝が長いのでね。そしてアリッサム。どう？唐辛子、アルテルナンテラ、ガーデンシクラメン、バコパ。これがビオラのシンシンにアリッサム。そんなに大した数入れてないんですけど、いい感じ。これは金魚草。金魚草もね、ものすごく長持ちするし、冬も枯れない。なので値段は安いんですけれども優秀なお花です。これはピンクのペンタス、かわいい。ブルーサルビア、濃いめのガーデンシクラメン、ガーデンマム。で金魚草、ペンタス、ブルーサルビア、ガーデンマム、ガーデンシクラメン。これはね、アスパラガス。これも割と寒さに強い。でエリカでガーデンシクラメン、フリズルシズル、アリサ。少しおとなしいですね、色が。これがエリカ、フリズルシズル、ガーデンシクラメン、アスパラガス、スイートアリッサ。シックな感じになりました。これはね、フォーチューンベゴニアです。綺麗に咲いてます。これは3寸ポット苗を5寸に鉢増ししといたやつです。こんなもりもり。わあ、すごいね。赤を2つ。ここにアルテルナンテラ、背高すぎるね。じゃあね、ヒューケラ。うわ、落ちちゃった。綺麗。アリッサムがね、いい匂いします。さすがにスイートっていうだけあって。
甘い匂いがする。ほらかわいい。これはね外で大丈夫です。それでね冬になると地上部は枯れるんですけれども、根っこが残りますので春先にまた葉っぱが上がってきたりします。結構丈夫ですね。かわいい紅白ですね。フォーチュンベゴニアを2つとスイートアリッサムと、ヒューテラ素晴らしい、かわいい。それでせっかくなのでもう1個作っちゃいますけど、これ前に切り戻したパンジーかビオラなんだかわかんないもん。14個ありますね。でもパンジーとビオラは混ぜてはいないと思う。なのでね、パンジーかビオラです。もうわかんないからハンギングも再利用。何かな、いちごミルクか、それかパンジー。いちごミルクだといいよね。違うかな、いちごミルクこんだけ使ってんだから、いやでもいちごミルクかもしれない。これは切り戻してあるのでこっからいいお花が咲くと思います。で植える時に中心とかてっぺんは割と株がしっかり育ってるやつ、ボリュームのあるのを植えます。まあ比べてみればっていうぐらいでいいです。真ん中にボリュームたっぷりして、両脇とかこういうとこね、脇のスリットにすごいちっちゃいのを入れちゃうといびつになったりしますからね。若干小ぶりだなっていうのを枠とか下とかに入れる。で若干ボリューミーだなっていうのをセンター、そのぐらいでいいです。どうしようかな、ここ入れる。123、あるね。すごい、一つも無駄にしない。土使っちゃえ。見るからにいい土だから使っちゃいます。もうね、母はね89歳なので選挙に行くよって言ってもね、私いいとか言ってね、行く意欲もないし、ので誰に入れていいか分かんないからとか言ってね、少しは考えってね思うんだけど、うちの選挙区なんかは立候補してんのは2人なのでね、どっちかにすりゃいいんだから、2択だったらなんか分かりやすいじゃないですか。3択4択だとね、どの人がいいんだろうってね考えちゃうけど、その場に行って考えて入れたっていいんだから。それでね、最後書くまで見てはいなかったんだけど、白票で出そうとしたのでね、白票だってねいいんですよ、いいんだけど、なんか意味ないじゃないですか。だからね、2分の1なんだからどっちかね、どっちかに書いて入れなさいよって言ってね。そしたらなんか書いてました。誰を書いたのかは分かんない。でもブツブツ言いながらちょっと政党の名前を言ってね、これとこれとどっちかどうせならこっちにしようかなとか言いながら決めてたので、ちゃんと自分の意思で白票じゃなくて出したみたいですね。年寄りの何考えてどこ入れたんだかね。なんかうちはね、選挙には必ず行きましょうってね、子供の時から親も選挙行ってたからね。だから今の母、一緒に住んでる母も選挙行ってたし、父も行ってたし、でその代わりね、何党に入れたとかそういう話はね全然しないの。夫婦でもしてなかった。どこに入れたのとかね言わないの。だから私も子供たちにね、選挙には行きなさいね、で行かないでブツブツ文句言うんじゃないって、税金が高いだのね、なんだのかんだの、選挙も行かないで文句だけ言うんじゃダメだよっていう話をしてて、で子供たちはね3人とも行く
こに育ちましたね。若いんだけど、まあよかった。選挙は義務なのかな、国民の義務なのかな、わかんないけど、まあ権利ではあるよね。昔はね、女は選挙権ないとかね、平民は選挙権ないとかね、そういうところからマリモッコリみたい。何が出るか楽しみですね。私自身が何植えたかさっぱりわからん。いちごミルクだと思います。これは鉢増しした、ビオラだと思うんですよね。ビオラだね。ほら、花芽が上がってる。で、これもいろんな色あるんだけども、ね、これ4寸でね、置いとくのが置き場所ないんで、ハンギングにしようかなと思っています。なんかね、ラベルでもつけとかないとわかんないね。で、何色がどういう風に並ぶかも、もう神のみぞ知るですね。でも同じところから仕入れたビオラなんで、色系はまあ似たようなもんじゃないかな。ね、抜いてみたけど、あんまり根っこは伸びてない。根っこは伸びてないけれども、株は大きくなってます。切ったところから株が、ここで切ってるのね、株がね、葉っぱが倍増してます。穴あきは取ってね。でもほら、根っこも伸びてる。割とね、伸び伸びでしなしなになっちゃってた株なんだけど、鉢増しして、まあ2週間ぐらい置いてるかな。それでこういうちっちゃいのはみんな新しく出てきた新芽です。ね、ここで植え替えて環境がまた変わりますけれども、ここが対の住処ですから、ね、ここで頑張ってもらいます。ね、これで底面は植えました。底面っていうの、側面ね。作業動画をね、こう作業してるの動画撮ってるから、見返せばこれが何だったかっていうのは分かると、ね、どんな色だったかとかね。まあでも咲いてくりゃ分かるんで。ね、4号ポットにね植え替えて置いといたんだけど、場所塞ぎなんでね、これで2ケース分ぐらいのね場所が空きました。こういうのはこういうので楽しみですね。どんな子がどんなバランスで咲いてくるか、いい子になれよって。これはね、これももう4寸に1個1個植えていくのはめんどくさくなっちゃって、で植えてここ1株溶けちゃった、ここ1株溶けちゃった。なのでね、これでいいでしょう、ね、これでも伸びすぎかな。ちょっと切る。であんまり切らなくてもいい感じに育ってきてますね。ほら、ここで切ってんですね。見えるかな。ここで切ってん。それがね、ここで切ってる。でこれもここで切ってる。順調に育ってますね。結構低いところで切ってんだけど、そこからまあ2センチぐらい育ってますね。でも鉢を覆うように広がってる感じ。成績優秀です。さあ、これは一応見るかな。似たような S 字フックはどこ行ったね。これもマリモッコリみたいだけど、こういうところのねグリーンの下地が見えてますが、でも伸びてくれば覆ってくれると思います。苗で植えたとしたら割といい感じ。切り戻してから植えてるんでね、楽しみ。続いて売り物のガーデンシクラメンのハンギングを作ります。で、いろんな色があるのでね、ランダムに。センターは一番下までね。で、こういうのは咲き終わりですから、これは取る。で、こういうのがこれから咲く。で、植える時もこういうのはちょっと下向き加減に植えてます。一番下もね。で、露地で栽培してるようなガーデンはもしかしたらこう植える時に虫が入ってるかもしれないので、よく見て虫とかは取るし、あと枯れてる葉っぱも取るし、あと咲き終わりの花も取る。
とにかく植える時にねできるお手入れはしちゃいます。でこれで下1段入れました。こういう風に上がっていくように植えました。で2段目ね、色見ながらでセンターの下から2番目に植えるのがこのハンギングの下寄りのセンターになります。ここが真ん中ね。天井にも来るので、下寄りのセンターが2人いると思ってます。でセンターの子はボリュームがあるのを選んで入れたら可愛いです。そして頭ね、てっぺんはここで段差ができないように。バッチリよ。2個残ったね。でね、今このガーデンシクラメンこうやって植わってるのをこういう風に植えてるんですよね。こういうのこうやって植えてる。こう生えてるのこう植えてる。そうするとお花が真横に向かってますけど、これ1日経つとこれが上向いてきます。もうほんと簡単に1日で上向きます。そうするとね、美しいですよ。はい、出来上がりです。こんな感じです。赤もあるし、ピコティみたいなのもあるし、ピンクもあるし、ね、これもピコティ、白。これがなんつうんだっけ、底紅っていうのかな、ね、こんな色です。でこれ1日置いとくと上向きますので、そうしたら販売します。新しいハンギングバスケット仕入れてきました。今日買ったばっかり。卸問屋なのでね、仲卸なのでホームセンターとかの定価よりは安いんだけど、これあんまり安くなってない。だから結構これたくさん買うとね、手持ち不如意って感じでね、あんまり思い切って100個在庫とかってね、そういうことはできない。で使ってなくなったら仕入れます。昨日はね、うちのばあちゃんがね、なんか下に降りたので、今お洋服とかをね整理整頓してるんですよ。いろんなところにしまい込んであってね、私のなんか買ったものとかもね全部なくなっちゃうの。うちの末っ子のヒートテックもなくなっちゃうの。それでね、聞いてもわかんない。それもうしょうがないからね、もうそのまましといたんだけど、末っ子なんて外でね働くから、本当はねヒートテックとかせっかく買ったのなくなっちゃうとね困るんだけど、でもばあちゃんの部屋入ってガサガサ探すわけにもいかないし、諦めてたんだけど、ヒートテックが7枚ぐらい出てきましたね。ちっちゃく畳んでね、綺麗に畳んでしまってあるの。でもどこにしまったかは覚えてないし、それが何だかもわかんないし、で整理整頓してる時なんだこれ捨てちゃえなっつってるからね、価値も母にとっては価値もない。それでね、とにかく下に降りてきたので、2階をね私の部屋にしようと思って片付けてんだけど、まずお洋服をと思って山にして、それで今一生懸命仕分けをしています。それでね、クローゼットの中とかもとにかく全部出しちゃって、それで空っぽにしてから私が分かるように収めたいのに、ばあちゃんがねなんかいないと思ってね、トイレかなと思ってトイレにもいない。どこ行ったんだろうと思ってね、ちょっと焦ったんだけど、もう下に降りてきたらね2階には行かないので2階にいるとは思ってなかった。
そしたら2階にいて、クローゼットの中にスーツケースとかをね、すごいなんか苦労してね、夫婦言いながら収めてるわけ。それだからね、もうね、母の部屋ではないわけでしょ。で、余計なことしないでくれと思うわけ。それでね、そんなことしないでいいよって言ったの。そしたらね、プンプン怒ってね、スーツケースしまっただけだから、ここにあるとね邪魔だから、これを一つしまっただけですとかってね、そういう言い方すんの。はい、わかりましたとか言ってね、感じ悪いの。でもね、売り言葉に買い言葉っていうわけにもいかないから、私もね、いやでもね、やんないでいいからね、危ないし、なんかはあはあ言いながらやってるからね。って言っても、いやスーツケースを入れただけです、邪魔でしょとかって言うのよ。もうほんとね、昔はその圧力にね負けてね、こんちくしょうと思いながらこう恨みに思ってたんだけど、今はもうちゃんと言って分かってもらって、それで私の部屋だからね、私の好きなようにさせてもらいますっていう宣言をちゃんとしてっていうことができるようになった。弱い60にして59だけど、ほんとね、親子がこうギクシャクするとかって言って若い頃だけの話かと思うけれども、60になってもね、苦手は苦手で、本当になんか愛してるかっていうとどうだかなって思っちゃう。でも感謝はしてる。だからね、本当に親子関係、親が子供をね支配するみたいな、なんかあるじゃないですか。なんていうのかな、強い毒親みたいな。それは子供を子供とね思って、なんていうのかな、幼いものだから言うこと聞くと思ってやってるとね、子供なんてね、あっという間に大人になって、あっという間ってでもね、15年とかですよ、18年とか、そのぐらい経つとね、大人になってね、今度親の方が弱くなってくるから。だからね、そういうことを考えて、やっぱり子供を子供扱いして、バカにしたりとかね、尊重しないっていうやり方は、自分が親が90になってね、私が60になって、そのぐらいまでね引きずるんですよね。どういう言い方が正しいんだろうと思って、やっぱり引きずる、そういうのを引きずっちゃうんです。だから私は今母親にすごく感謝しながら暮らしてますけれども、本当に親切にできない自分がね、ちょっと苦しくなったりとか、そういうことありますね。なんでこんなにね弱ってる人に対して優しくできない、優しい気持ちになれないんだろうって思うんだけど、それはねしょうがないの。ちっちゃい時に散々高圧的だったから、本当嫌だとか大嫌いとか思いながら育ってきたからね。なんかいくらすごく大人になってねわかるけど、あなたのためよって言いながらね、自分の理想のように育てたいんだよね。そういう時代の人だから。これね、白を入れずにやってます。色味がわかんない、見ないとわかんない。だからね、なんかその友達親子みたいなね、そういうのがいいかって言って、そういうのがいいって思ってるわけではない。それで私が自分の子供たちにね素晴らしい親だったかっていうと、それもそんなことはないと思うなっていうかね、長男なんかは、俺は何にもしてもらった記憶がない、これは一人で自分の面倒見ながら生きてきたとかって言うんですよ。でも確かにそりゃそうだな。もっと大変な人がねうちにはいましたから、その目の離せないね、手のかかる子がで、手がかからない子はね自分でやってくれ、一つおまけで、うちなんか親子だけじゃなくてね、ちょっと同じ色だな。
よそんちの子まで面倒見てたからね。その子の分だけそっちに手かける分をお兄ちゃんにやればよかったんだろうけれども、まあその他人の子もね、なんかほらいつも言うんだけど、千と千尋のかまじいみたいに言われた言葉みたいにね、手出したら途中でやめるんじゃないみたいなね、そういうんでね、こう面倒見ちゃったんですよね。必要なことだったと思うの、私は。やつがね、児童相談所とかにね行っちゃわないで成人できたっていうのはね、おいらのおかげだぞっていうね。まあご恩と奉公じゃないけどね、楽しいこともいっぱいありましたからね。充実した我が人生ですよね。これも明日まで引っ掛けとくと首が上向きます。見ます？もう四方八方にぶわっとこう垂直にね、こう垂直でしょ。これが昨日作ったやつ。1日でね、こういう風に上向くのね。上向いてるでしょ。こういう風になっていきます。これがガーデンシクラメンのいいところね。だからガーデンシクラメンのハンギングを作りたいと思ったら、売りたいと思ったらね、1日前に作んないといけない。ここ見えるね。明日も一回写真撮ります。今日は白いお花で、冬の長持ちするハンギングバスケットを作っていきます。今日からね、ニトリルの手袋です。このスポンジは、いい塩梅で貼ってください。これをちょっと出せば土が流れ出ないっていうことにはなるんだけど、この切れ込みが一番下までいってないと、ここら辺はね一番下まで入れないんだけど、このぐらいだから問題なんだけど、ここはね一番下まで入れたいので、そうするとぴったりぐらいになります。あとは少しずつ上に置いてもいいんだけど、そんなに気にすることでもないですね。それで今日使いたいなと思ってるのが、この白のガーデンシクラメン、それから白いビオラ、それから白い斑入りのアイビー、これモナリザ、あと白大菊、それからエレモンフィラ、これは入れるかどうかわかんない、背が高いんです。あと白いアリッサム、これを様子を見ながら植えていきます。ちょっと頭使ってね、考えで、これは下に垂れるかな。下に垂れるのでこのまま使っちゃいましょう。こういうのは刺して増やして売ってるので、分けようと思えば分けられます。でその時に刺してすぐだと弱いんだけど、このぐらい根っこが回ってればもう相当しっかりもう定着してます。ハンギング雫型みたいにしたい時にはこう垂れるものを一番下に入れとく。でビオラもいい根っこですね。アイビーの隣にビオラを2つ入れました。で下寄りのセンターにガーデンシクラメンで、この白大菊は分けてみます。白大菊は菊なのでね、結構丈夫です。刺し目しといても増える感じね。背の高さもいい感じ。これはねちょっと近すぎて分けられない。こういうところにリーフが入ると場所塞ぎにもなるしね。どうでしょう。こぼれるようなアリッサム。アリッサムは、買うときねあんまり伸びすぎてないの買った方がいいと思います。こうやってキュッとまとめてこんなもん。これでもこういうペンペン草みたいなのはカット。アリッサムっていうのはキュッとしてると可愛いです。どうしようかな。このエレモフィラっていうのはかっこいいんだけど、ちょっと背が高いかなと思ってるんだけど、やめとこ。白いマム、
こっちは意外と白いお花がない白いヤブコウジ、1年寝かしたヤブコウジ。そして水苔で土を留めます。で、私ここにアリッサム入れてるんだけれども、アリッサムってたまにね悪くなっちゃうことがあるんですよ。それなのでね、下の方に入れちゃうともう取り出せないので、取り出して入れ替えたりできる位置に入れてあります。あと上をね植えていきます。アリッサムもできるだけこう締まった感じのものを買ってきているんだけど、あったかいとね伸びてきちゃう。残ってる苗の数とねバランスを考えながら植えていきます。一番てっぺんにエレモフィラを入れました。これでちょっと見てみます。これで可愛いまん丸になってるかどうかをね見て、まあ白いハンギングにはなりましたね。下の段からねこうセンターのアイビーを入れて、ガーデンシクラメンを入れて、両脇にビオラで、ここに白タイギクを両方に入れて、でアリッサムでガーデンシクラメンとビオラを交互に、あとこれ白いガーデンマム入ってます。それからこれがね斑入りのヤブコウジ、ここにエレモフィラで白いアリッサムが2個入ってます。さてこれが馴染むまで1日ぐらい置いといてみましょうかね。でこれが昨日か一昨日かな作ったハンギング、ガーデンシクラメンだけのハンギングです。でこれもうちょっとこれが上向いてくれるとね、ここら辺なんかは緩いカーブで上向いてますね。こういうのもうちょっと置くかな。もうちょっと置いてみます。でこれがフリズルシズルのハンギングバスケット、これもフリズルシズルだけです。伸びてきた株がちょっと上向いてるのね。どうだろう。本当はねここで切りたいね、ここで切りたいんだけど、様子見てる。ハンギングなのでね、どうしよう。これ売る？もうちょっと花が上がるまで、株は一つも傷んでないですね。株自体は大丈夫そうです。どうしようかな。保留でこれがいちごミルクのハンギングバスケットです。でね、これはアリッサムも切り戻してるし、いちごミルクもねここで切ってますね。ここで切ってます。なのでね、これは完全にまだまだ保留です。脇の方はこうやってちょっと上向いて伸びてきてるね。こういう側面に植えたアリッサムが黄色くなっちゃったりするから、こういうのもお手入れして良くなってくるか、それも見極めながら日の目を見るかどうか。でもせっかくのいちごミルクなのでね、これ綺麗になってほしいですね。でね、こちらは完全に切り戻して植えたビオラかいちごミルクで、これも、切り戻して植えた、ね、お花が出てきてるから、これがビオラですね。これがビオラで、さっきのがいちごミルクだと思うね。こうやってちょこそこいい感じに、これぶわっと咲いたら可愛いだろうね。まだまだです。続いて寄せ植え作ります。見てください、葉ボタンもう出てきた。こんなボリュームがどうしましょうって感じね。これブラック系のねクリスタルかな、名前忘れちゃった。クリスタルっていう葉ボタンだと思います。葉ボタンとガーデンの間にちょっとねクッション置きたい。これは秋のお花なんだけど、
綺麗よね。冬のものと秋のものを一緒に入れちゃうと、冬になった時秋のものが終わってしまうので、私はなんかコスパが悪いなと思ってね、一緒に入れたくないんだけど、でもまあしばらく楽しめるから。でこの頃暖冬になるのかわからないけれども、結構もう明日明後日で11月なのにまだ暖かいのでね、ちょっと期待を持って。どうでしょう。こうだな。ここがちょっと寂しい気がする。後から後ろに高いもの、背の高いものを足すっていうのね、あんまり好きじゃないんだけど、しょうがない。自分の計算違いだもんね。どうでしょう、これで。白タイとエレモフィラがつながっちゃった。こうするとこのガーデンが隠れちゃう。葉っぱちょっと諦めていただく。これでどうだ。今日はね、午前中に母の病院に行って、薬をもらってきました。でようやく母がね、1階に降りてきて階段使わずにね暮らせるようになりましたっていう話をね、もう何ヶ月も前からやる詐欺でね、先生に言ってたんだけど、でも引っ越しがとうとう終わりましたって言ったら先生も喜んでくれてね、数字には出てこないけれども、交通事故で死ぬよりね、階段から落っこちて寝たきりになっちゃって体力落ちて亡くなっちゃうお年寄りの方が数倍多いからね。こんな感じです。なんかね、こうかな。センターはこうですね。これでいいかな。アキランサス、エレモフィラ、唐辛子、ガーデンシクラメン、アリッサム、それからハボタン、白大菊、ね、こんな感じです。今ね、スマホがあるから写真撮ってね、でこんな部屋を作ったんですって先生に言ったらね、あ、そうだ、自分で作ってんだっけ。まあ息子が作ったっていうのもあるんだけど、いくらぐらいかかったって、考えたらね、現金でお金払ったのって畳の4万円と、あと材料費いろいろ再利用とかして、まあ買ったりもしてるんだけど、10万買ったかなって感じですね。10万ちょっとだと思いますって言ったらね、すごいねって言ってね、褒めてくれました。引き続き寄せ植えを作っていきます。秋冬の寄せ植えね、せっかく可愛い実がついてるので、ネオンカラーのアキランサスと、これ黄色の唐辛子、エリカも可愛いね。作ってる私がこっちからこう見てるんだけど、こう見てる方向で可愛く見えるように考えて植えます。ブルーサルビアです。で赤い葉っぱを入れて、さらにダメ押しで赤ね。でガーデンシクラメンはちょっと強い色、薄い色じゃなくてね、目立つ色入れます。こういうんじゃなくて。そしてね、真ん中にバコパスノーフレークです。こういうのってね、へりに置く人が多いと思うんだけど、真ん中に入れていろんなところにあっちゃこっちゃから顔を出してもらいます。そしてガーデンマム、ほらかわいい。でこれで植え込みが終わって、
でバコパちゃんに活躍してもらう。この白いお花がね、ちらほらちらほらいろんなところから顔を出してくれると可愛い。手前まで。でバコパってほふくするものなのでね、こういう使い方もできます。一見バコパがどこ行ったんだって感じだけど、もうちょっと花咲いてきますからね。花が咲いてきたら存在感が出てきます。雨が降ったからね、土が湿っててちゃんと軒下に入れてあったんだけど、横殴りでちょっと雨が入っちゃったみたい。いやーね、本当はねこう白鯛なんか入れた方がいいのかしら。余った白鯛入れちゃうかな。白鯛菊って菊なので、切って刺しといてもつくぐらいなんでね、ちょっと雑に入れましたけど大丈夫だと思います。これが秋の寄せ植えですね。エリカ、ガーデンシクラメン、唐辛子、これがアルテルナンテラ、こっちもアルテルナンテラ、種類は違います。でブルーサルビアに、これがバコパでガーデンマム、ここに白鯛、賑やかですね。